こんにちは、ゆちチャンネルです。レクサス関連のラジオ動画配信してます。よかったらチャンネル登録お願いします。以前ですね、愛車 NX の紹介動画を一度上げさせてもらったんですが、あれから色々とね、手を加えたんで、今回は現在の NX 内外装紹介と、今まで行ってきたカスタム、あとですね、愛用しているカー用品なんかを改めて簡単にお伝えさせていただこうかなと思います。現在 NX 納車待ちの方、また現オーナーの方、NX を購入しようかなと悩んでいる方、そういった方の参考になれば嬉しいかなと思います。それでは早速ご覧いただこうかなと思います。どうぞ。今回紹介する我が愛車 NX は 350H バージョン L 肉モデルとなっています。色はソニッククォーツ、内装色はヘーゼルとなります。車両本体価格は617万6000円。現在の年次改良後の車両は637万6000円となってますが、年次改良後はですね、フェンダーカラードアーチモール、あとアドバンストパークが標準装備となったので、実質の値上がり幅はほとんどないかなと思います。僕の付けたオプションはですね、その当時アドバンストパーク、デジタルインナーミラー、置くだけ充電、寒冷地仕様、ムーンルーフ、アクセサリーコンセント、ドライブレコーダー以上がメーカーオプションとなります。それとディーラーの方で取り付けていただいたオプションがですね、ETC のセットアップユニット、HDMI の入力端子、ドアポケットイルミネーション、カップホルダーイルミマルチカラー、それとフェンダーカラードアーチモールですね、とテレビキャンセラーで、こちらがディーラーオプションとなります。メーカーオプションとディーラーオプション合わせた合計金額が64万5370円となっております。詳しい商品の価格に関してはまた載せておきますので、そちらゆっくり止めて見ていただけるといいかなと思います。それではまずフロントから見ていきましょう。いやー、どうですか皆さん。NX のスタイルかっこよくないですか？じゃあ早速ね、フロントの方からじっくり見ていきたいと思うんですが、NX といえばこのアロー型のね、ポジション兼デイライトですよね。そして三眼のフル LED、もちろんアダプティブ機能付きとなっております。そしてヘッドランプクリーナーももちろんついてますね。いやー、かっこいい。RX はこのアロー型がね、下側についてるのが NX と RX の違いですね。続いてヘッドランプ下部はと言いますと、もちろん LED のフォグとなってまして、夜間ハンドルを切った方向を自動で照らしてくれるコーナリングランプももちろんついています。バージョン L と F スポーツではこの辺りのデザインに違いがあります。まあまあこの辺りは好みですよね。そして今メッキ可縮されている下部の部分は純正では無塗装樹脂となっております。こちらの方は DIY でメッキパーツ取り付けてます。まあ樹脂よりね、メッキ可縮されてた方が高級感増したかなと勝手に思ってます。フロントグリルはバージョン L 専用のスピンドルグリルとなります。F スポーツとは違ってちょっとしっかりめな品のあるグリルとなってます。現在のレクサスではボディと一体となったユニファイドスピンドルグリルになりつつありますが、僕はね、こっちの方が好きですね。皆さんは次世代グリルとどっちが好みですか？グリルカブはエアーが抜けるような形状になってますね。樹脂とかではないので、まあ見た目もいいと思います。そして中央の方にはレクサスの L マークエンブレムがしっかり鎮座しております。続いてサイドですが、こちらがオプションで付けたアーチモールですね。こっちの方が NX には合ってる気がします。年次改良後からは標準装備なのは嬉しいですよね。個人的にはこのカラードアーチモールが付いていることによって、NX のスタイルがより大きくワイドに見える気がします。本来は無塗装樹脂の部分なんで、やっぱりこの方がね、都会派 SUV としてよりかっこいいかなと思います。タイヤは235の50の20インチのランフラットタイヤとなっております。ホイールデザインはこれを選んで良かったと思ってます。純正にしてはまあおしゃれな気がするのは僕だけですかね。サイドミラーはボディ同色となっていまして、下部はメッキ可縮されていて高級感ありますね。窓枠もメッキで囲われていて、これも高級感出ますよね。ドアハンドル部は上下で塗り分けられていて、E ラッチなんで鍵穴はないタイプとなってます。E ラッチはですね、最近のレクサス車にしかついていない装備なんで、僕としては結構推しポイントです。そして皆さんこれ分かりますか？このフロントからリアにかけて流れるキャラクターライン。これがね、NX のスタイルをね、よりかっこいいデザインとね、してくれてるんですよね。そして NX といえばこれですよ。この L と一文字のコンビネーションランプ。まあ、巷ではね、LX の劣化板説とかもあるんですけど、僕はね、NX のこのコンビネーションランプ、めっちゃ大好きです。夜ね、点灯させてもめちゃめちゃ綺麗に光るんですよね。単なる一文字よりこっちの方がね、僕は好きだなと思いますね。
次世代のエンブレムのレクサスっていうロゴのこのエンブレムもいいですよね。高級車乗ってるなーって気にさせてくれて、所有満足度もぶち上げてくれますね。そしてリアの下部なんですが、ここも F スポーツとは違う部分です。バージョン L は無塗装樹脂の部分が多い印象ですね。個人的にはここはね、バッドポイントですね。もっとね、加色がやっぱり欲しかったですね。で、寒冷地仕様をつけると、このリア反射板部分にバックフォグが左右一つずつつきます。リアワイパーは見えるタイプですね。RX だと隠れる仕様になるんですよ。ここはね、RX の方がいいなと思いますね。ワイパーない方がね、すっきりしててよりスタイリッシュになる気がするんですよね。どうです？ NX はリア後方から見てもかっこよくないですか？しっかりとキャラクターラインが入っているの分かりますよね。NX のスタイリングは前後左右どこから見てもかっこいいんですよ。ちなみにシャークフィンアンテナはしっかりついてます。あと、リアのフェンダーアーチモールは少しね、エアロ形状になってるんです。皆さん気づきました？ここもね、さりげなくてね、おしゃれな形状でね、個人的には好きなんですよね。いやー、ほんと NX はこのサイズのね、SUV の中で完成形と言っていいですね。外観のスタイルがマジでかっこいい。クラスポとかが発売された時は、やば、かっこよと思って一瞬ね、浮気しそうになったんですけど、やっぱりね、NX のスタイリングは唯一無二のスタイリングしてますね。それでは続いて内装の方をご紹介します。アウタードアハンドルは電子制御式の E ラッチとなってます。ハンドル内側にスイッチがありますので、そこを押すとドアが開く仕組みとなっています。鍵穴がないので見た目もスッキリしてていいですよね。ハンドル部で施錠解錠ももちろんできます。ドア内側はこういった感じです。ヘーゼルが明るい差し色になってていいでしょう？ドア上部はソフトパッドとなっています。ドアパネルも高級感ありますよね。このパネル色はバージョン L 専用のスミブラックとなってます。シートメモリーは3名分登録できますね。そしてスイッチパネル部なんですが、ここはね、本来こういった感じなんですけど、DIY でスウェードに貼り替えました。結構質感良くないですか？ドアハンドル部って毎回触るところなんで、ここだけやるだけでもね、結構満足度高いですよ。2000円ぐらいでできますのでおすすめです。よかったらね、過去動画見てくださいね。スイッチ類は可色されていて見栄え良しですね。RX も同じような感じでした。そしてドア下部はカーテシランプついてます。夜間はレクサスロゴが点灯するやつですね。で、汚れ防止のキックガードも一応つけてます。そしてこれはね、ゴミ箱ですね。シリコンで素材できてますので、柔らかくてね、走行中もイオンとかほとんどありません。価格も1500円程度なんで結構おすすめかなと思います。僕はね、運転席、助手席一つずつ置いてます。レクサスのスカッフプレートついてます。ちなみにこの保護シールって皆さん外してます？それとも僕みたいに傷つくのが嫌だからそのまま剥がさずに乗ってますかね？よかったらコメントで教えてください。そしてペダルなんですが、ここも DIY でアルミペダルに変更してます。F スポは標準でアルミペダルつくんですけど、バージョン L だとアルミペダルはつかないんですよね。けど、やっぱりね、足元に加色が欲しいなと思って自分でつけちゃいました。装着も至って簡単で、もともとついてるゴムカバーを外してペダルにかぶせるだけなんで、5分もかからずにね、終わります。僕が使っている商品はすべて概要欄にリンク貼ってありますので、よかったらね、一度覗いてみてください。ハンドル右側にはトリップメーターのスイッチとテールゲート、給油口のスイッチがついてます。エアコンはナノイが標準装備となってますね。下部には ETC のユニットがついており、普段は見えない仕様になっているところが嬉しいポイントですね。中はしっかりね、肝仕上げされていて、細部までこだわりを感じます。運転席は 8way のパワーシートとなっておりまして、ランバーサポートももちろんついてます。赤のフロアマットはね、ちょっと少し派手かなとも思ったんですけど、慣れるとね、なんともないですね。毎日ね、非日常感楽しんでます。じゃあ、内装の方を見ていきたいと思います。運転席に乗り込んだ感じはこんな感じとなってます。コメントで聞かれたことがあるんですけど、フロントのダッシュボードはスウェードのマットを引いてます。個人的にね、スウェードが好きなんでこれにしました。助手席前まで覆ってくれるのが結構雰囲気変わっていいですよ。飽きたら外すだけなんで、すぐにね、純正に戻せるのもいいですね。メーターですが、NX は RX と違って走行モードを変える物理スイッチがついてますので、こっちの方が使い勝手良きですね。メータータイプの変更はディスプレイナビから変更できます。車両カスタマイズ機能からメーターを選択してタイプ1からタイプ3の中から変更することができます。ここはフル液晶メーターの方が情報量が多くてですね、見やすいかもしれないですけど、レクサスはね、変更した際のアニメーションが結構ね、質素なんで、そこまでね、大きな差を感じるほどではないですね。
外車はこのあたりのね、高級感の出し方、表現がね、とてもうまいかなと思います。ハンドルにはパドルシフトがついてて、周りはタッチトレーサーオペレーションとなってます。使い勝手は賛否両論あるようですけど、僕はね、気に入ってます。こういった感じで液晶メーターとヘッドアップディスプレイにコマンドが表示されるので分かりやすいですよ。ページを選択して任意のコマンドも設定することができますので、自分好みにカスタムできるのもいいですね。僕はよく使うエアコン関係を任意のページに配置してます。これによってディスプレイに触らなくてもエアコンの調節ができます。慣れると結構便利かと思います。RX との大きな違いはアドバンストドライブがついているかいないかの違いぐらいで、あとはね、ほぼ一緒だと思います。高級車の代名詞、電動テレスコチルトももちろん装備されています。それでは続いてナビ画面の方を見ていきたいと思うんですが、ようやく僕の NX もですね、ナビのアップデートプログラムが届きまして、今までね、理科の実験図と揶揄されていたエネルギーモニター画面が LBX と同じ仕様になりました。やっぱりね、こっちの方が見た目いいですよね。基本 NX は車両のカスタマイズ機能ですとかエアコン関係などは全てこの大型のディスプレイナビに集約されています。プロアクティブドライビングアシストなど運転支援関係ですとか、レクサスクライメートコンシェルジュなどのオート機能ですとかアンビエントライト関係、あとヘッドアップディスプレイの表示設定などですね、全てこちらのナビ画面で行うようになっています。エアコン関係ですが、左右独立のオートエアコンですね。運転席、助手席ともにシートヒーターとベンチレーションついてます。どちらも3段階機能調整となってます。物理スイッチの方がいいという方もいますけど、僕はね、液晶タッチ式の方が好きです。ハンドルヒーターももちろんついてます。ナビの中央にはボリュームボタン、長押しで再起動の方もできる形となっています。左右にはミラーヒーターですとかデフロスターのボタンもついてます。パノラミックビューモニターとアドバンストパークはこちらについています。パノラミックビューモニターに関してはハンドルスイッチにね、コマンドを割り当てることもできますよ。ドライブモードセレクターはここについてます。直感的に操作しやすい場所についているのは良きですね。そしてシフト周りなんですが、この辺りは NX も RX も大きな違いはほとんどありません。シフトは電子式シフトとなっていて、周りはピアノブラック可縮されています。ドリンクホルダーも基本 RX と一緒の形状をしてます。僕は DIY でスウェードの張り替えを行ってます。純正に比べるとですね、少し質感良くなったと思いませんか？自己満足で申し訳ありません。張り替え動画もアップしてますので、興味ある方は過去動画ぜひ覗いてみてくださいね。中央は置くだけ充電となってまして、下部には小物入れと USB ソケット類ついてます。隠し空間的に作られているのはよく考えられていますね。中央のコンソールは左右どちらからも開きます。ちょっとね、配線汚くてすいません。そのうちまとめます。助手席周りはどうかというと、このような感じとなってます。どうでしょうか？結構いい感じに仕立てられているんじゃないでしょうか。助手席スイッチ周りもスウェードで張り替えを行ってます。本革とスウェードのアクセント、グローブボックスまでヘーゼル色となってますので、以前指摘されていた NX は助手席周りが寂しい印象といった雰囲気がなくなったのではないかなと思います。しかし、やっぱり RX の助手席周りの方が僕は好みではあります。ヘッドアップディスプレイもお見せしますね。見えますかね？こんな感じで映ってます。ここには車速ですとか運転支援関係、ナビの案内情報、道路標識、タッチトレーサーオペレーションなどの情報が表示されます。続いて上部になるんですが、バイザーは運転席、助手席ともに LED 照明付きです。バイザーは少し小さめですね。バックミラーはデジタルインナーミラーとなっており、こちらは44,000円のオプションとなります。解像度も綺麗なんで、付けた方がいいですね。サングラスホルダーも付いてます。照明はタッチ式となってまして、この辺りはRX と一緒ですね。そして僕はムーンルーフを選択しましたので、ちょっとね、開けてみたいかなと思います。パノラマルーフの開放感には及ばないですけど、夫婦で移動するので、これで十分満足してます。もちろんね、チルト機構もついてますので、換気もできるのが嬉しいですね。ルーフ装備は絶対つけることをお勧めします。あとこれも DIY で取り付けた装備なんですけど、一応紹介しておきますね。NX のオートブレーキホールドは乗り込むたびにスイッチを押さないとホールド機能が作動しないんですけど、これが結構煩わしくて、妻もね、毎回ホールドボタンを押すのがめんどくさいっていうことで取り付けました。これでドアを閉めた状態でシートベルトを閉めるとオートブレーキホールドが自動でオンとなる優れものです。こちらの商品も概要欄にリンク貼ってありますので、毎度毎度ね、押すのがめんどくさいと思ってらっしゃる方、ぜひね、覗いてみてください。
取り付け説明書も入ってますし、YouTube に説明動画もありますので、比較的やりやすいかなと思います。それでは鉱石も見ていきたいと思います。鉱石ハンドルは E ラッチとなってます。ハンドルでも施錠解錠できます。ここはクラスポより使い勝手いいと思いますね。鉱石ドアトリム部はこんな感じですね。結構ね、密度感があって僕は気に入ってます。鉱石スイッチパネルもスウェード張り替えを行ってます。そして E ラッチは電子式となってます。通常はここを押してドアを開けるんですけど、バッテリーが上がってしまった際はスイッチを手前に2回引くことによって手動でもドアを開けることができます。鉱石にはカーテシランプついてないですね。せっかくならね、つけて欲しかったなと思いますね。スカッフプレートもついてないです。鉱石シート前景はこんな感じとなっております。ヘーゼル一色となってて結構ね、高級感ありますよね。見栄えいいかなと思います。もちろんね、本革シートです。座り心地も良くて長距離移動でも疲れないのがいいですね。鉱石アームレストはどんな感じかというと、このような感じとなってます。ちょっと安っぽいですね。ここは RX の方が断然質感高いです。ドリンクホルダー周りは本来ね、樹脂だったんですけど、あまりにね、安っぽくて嫌だったんで、もうピアノブラックのパネルつけて悪あがきしてます。鉱石から見た NX フロント周り前景はこんな感じです。このサイズ感に RX と同程度の装備がついてるんで、結構ね、質感は高くて、僕はね、お買い得なんじゃないかなと思います。皆さんは NX の内装をどう感じますか？鉱石の足元ですが、176センチの僕が座って、膝前は拳1.5から2個分ぐらいですかね。狭くはないが広くもないっていう感じです。ここはやっぱり RX の方が段違いに広いですね。鉱石空間にゆとりが欲しい方はもう RX 一択です。鉱石エアコン周りはピアノブラックで加色されていて、バージョン L はシートヒーターが標準装備となっています。下部には USB ソケット2個と 1500W のコンセントついてます。コンセントはメーカーオプションとなります。シートバックポケットは運転席、助手席ともについてます。こちらはレクサスコレクションのアロマです。車内がレクサス店内の匂いがしててですね、毎度気分を上げてくれます。鉱石照明はスイッチ式になってて LED です。シート調節は手動で1段階のリクライニング調整が可能となっています。続いてラゲッジルーム見ていきたいと思います。リアゲートはパワースイッチと施錠機能付きのボタンがついています。荷室は結構広くて日常的に困ることはないですね。トノカバーも標準でついてくるのもありがたいです。ラゲッジアンダーはと言いますとこんな感じとなってます。ちょっとした小物なんかはここに収納することができますね。トノカバーは簡単に着脱できるので女性でも扱いやすいと思います。使わないときは半分に折りたたんでラゲッジアンダーに収納することもできますので、出しっぱなしにならずですね、見た目もいいかなと思います。バージョン L には電動格納シートが標準でついてますので紹介します。この機能はオプションで付けると鉱石シートヒーターとセットで7万7000円しますので、それが標準装備なのは嬉しいポイントです。長物などを積むときにいちいち鉱石に回ってシートを倒す必要がないので意外と便利で使ってます。電動で倒せるこのギミックが高級車っぽくて僕は好きです。もちろんね、手動で倒すことも起こすこともできます。鉱石からもワンタッチで電動で起こすことができます。よく考えられてますよね。でもこれができるならですね、鉱石にも RX みたいにパワーシートをつけてほしかったかなと思うのは僕だけでしょうか。電動格納シートはなんとディスプレイナビからも行うことができるんです。車両設定からシートを選択するとリアアレンジと表示されます。ここでシートの調節ができます。しかも左側右側と別々で倒すこともできますし、いっぺんに倒したり起こしたりもできます。こういった運転席から操作可能なのはさすがレクサスですよね。ちゃんとシートに何もないことを確認してくださいと案内文も出てます。気が利いてると思いませんか？ということで今回は改めて我が愛車 NX の内外装を紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回動画で紹介させていただいたカスタム用品、カー用品などはすべて概要欄にリンク貼ってありますので、ご興味ある方ぜひ一度覗いてみてくださいね。現在納車から半年が経過したんですが、 NX はねマジでいい車だと思います。車格、装備、価格、全体的に見た時にトータルバランスにとても優れた車ですので、購入検討してみえる方ぜひね前向きに検討してみてください。買って後悔しない車なのは間違いないと思います。僕がね保証します。
このチャンネルは NX オーナーならではの情報ですとか、レクサス関連を中心に発信しております。今後もですね、他のレクサス社の内外装紹介ですとか、市場インプレッションのアップを予定しておりますので、ぜひね、チャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいかなと思います。明日もお仕事頑張っていきましょうね。ではでは、さようなら。